どうもジョジョ TV です。はい、今日は香港コミコン限定の、ゴジータ、こちらのフィギュアが、届いたということで、本日はそちらのフィギュアを紹介していきたいと思います。そしてこれがね、もともと日本で販売されていたフィギュアで、これが香港限定のコミコン限定のフィギュアになるね。どっちもゴジータなんだけども、こっちはスーパーサイヤ人で、こっちはブルー。じゃあ一体どんな違いがあるのかっていうのを、見ていきたいと思います。ちなみにコミコンは何なのか、はい、コミコンの説明が終わったということで、じゃあまず箱から見ていきたいと思います。まず上の方はこんな感じですね。こっちはこんな感じ、上はね。でこっちはこの青いやつかっこいいね。かっこいいと思う。でこれが前、これがスーパーサイヤ人の日本のやつと、これが海外限定の、もうこっちパッと見たらね、こうやってでちゃんとね、ロゴもあるね。ここロゴね、ちゃんとしたバンダイさんですよと。これ多分映画のスーパーサイヤ人ブロリーに出てきた時のブルーなんでね。でこうやって、見れると。ちょっと顔、これどうなってんの、顔ちょっと郵送でおかしくなってるんで、フィギュアがゼロだと。でこれがブルーの方ね、かっこいい。でこれが普通の、こっちはバンダイ日本のやつなんだけどね、日本のやつで、スーパーサイヤ人だよと、ゴジータ。でここも一緒だね。横の箱はこんな違いだと。かっこいい。横の箱こんな感じ。これかっこよすぎるでしょ、フィギュアゼロね。で後ろこんな感じだね。これこれは日本のやつなんだけど、後ろ顔が一つしかないんだよね。一つのはーってやつなんだけど、ただここ海外のやつ、香港限定のやつはこのはーっていう顔と普通のちょっと黙ってる時の顔両方あるんだよね。これだから顔のパーツ変えれるね、香港限定のやつは。かっこいい。スーパーサイヤ人ゴジータフィギュアつで、これブルーね。かっこいいわ。ちょっとじゃあこれね、2つ開けて違いを見ていきたいね。作り、箱の作りも全然香港限定のコミコン限定のやつもかっこいいんじゃない。スーパーサイヤ人ゴジータ、これスーパーサイヤ人ね。でこれフィギュアーツ、スーパーサイヤゴッドスーパーサイヤ人ゴジータということで、イベントエスクラシブカラーエディション、要は限定みたいな感じでしょ、香港のね。ということで、こんな感じかな。これは表を向いて、じゃあこちら2つちょっと上げていきたいと思う。これも多分海外のこういう偽物ではないですよっていうアピールかな。書いてるよね。見づらいかな。見づらいね。奥に書いてるんだよね。今が偽物じゃないですよっていう。ちゃんと日本語も書いてるしね。スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ゴジータね。これは偽物ではないですよと。海外で販売されてても。ちょっと裏はどうなってるのかな。裏もあるね。裏もかっこいい。裏もかっこよすぎるでしょ。ここにやっぱ外国で書いてるね。3歳以下は多分ダメですよって感じだね。っていう感じ。バンダイさんで、これもね、こっちも3歳以下になってるのかな。書いてないけどこんな感じだね。裏はじゃあとりあえず中開けていきたいと思います。じゃあね、まず箱から出していきます。交換用表情のパーツなんだって。これで変えれるってことだよね。はい、ざっと今両方箱から出しました。こっちはスーパーサイヤ人の方ね。でこっちが、ちょっと待って、かっこよすぎないこれで。そして顔があると、顔がちょっと変な方向に向いてるんだけど、これ感じね。ちょっとじゃあ両方開けてゆっくり見ていこうかな。ういっす。
じゃあこちらの2体の違いを見ていこうかな。まずこちらのこの台がね、この、普通の岩なんだけど、こっちはちょっとマグマっぽくなった。ごめん、こっちいた。これはね後でつけるんだけど、ほら台こっちマグマになってるんだよね。あとこの下の部分の光り方も違うね。これはなんか若干クリスタルになってるんだけど、これはちょっと中はクリスタルだけど、外はちょっと黄色い染めてるみたいな。普通靴一緒っぽいね。でこの雷のエフェクト、この雷のエフェクトはこちら青で、こっちは雷のエフェクトはこっちは黄色とオレンジね。で中に持ってるこのボール、ガチャポンのボールみたいなは多分一緒なのかな。ちょっと違う。これは上の部分が青色になってるけど、ここのやつはクリスタルだね。ちょっと青の光り方が違うね、洋服の色は。こっちはこんな色を、これ薄黄色みたいな感じだけど、ここは完全にもうオレンジ色にちょっと似てるね。で色はこっちの方が若干薄い感じ。輪っかがついてる輪っかがついてるのはこれ多分ジャネンバの頃のゴジータだよね。ジャネンバのソウルパニッシャーを打とうとしてるのかな。でこれはほらこっちに輪っかがついてない。輪っかがついてないことは死んでいないんだよね。これはもうブロリーの時のゴジータ。ただこれはいいね。これちょっと見る。いやかっこいいな。これ顔変えれるんだよね。これもかっこいいんだけどね。ただここはなんかじっとしてると。ただこの顔も実はこの歯に変えることができるってことだね。この歯にこれ変えれるから、ちょっとじゃあこれで変えてみてみますか。じゃあちょっと変えてみよう。耳の部分から取れると。耳の部分本当にこれ取れる？怖いけどこれ取れる？これ耳取れた今ガチって取れた。こんな感じでちょっと見えるかな。ちょっと待ってよ。ここ耳の部分から取れるみたいなね。耳の部分からこう取る感じ。ちょっとやっぱ片手持ってるから取りづら。ここから取れた。ちょっと待って、取れたの怖っ。ちょっと待って、取れたらこんな感じになってますね、顔。ちょっと怖いね。じゃあこのゴジータにこれね、これをカチッてつけたいと思います。片手でつけれるか難しいな。ちょっと待って。ついた。ちょっと今気づいたんだけど、アングル見るときにこのゴジータ青いやつのこの前髪こっちに垂れ下がってるっていうか、右寄りっていうのかな、この髪型ね、右寄りだけど、こちらのねゴジータの場合髪型はちょっとわかる？真ん中に寄ってるんだよね。真ん中寄りなんだよね、このゴジータ。なるほど、この違いも今気づきました。右寄りとちょっと真ん中、左寄りか真ん中寄りっていう、これ真正面から見たらこんな感じ。でもこれ真正面他になんか違うところあります？他になんか違うところ見えますかね。あとはそうだな、エフェクトは一緒だし、語尾のそうだね、かっこいいな。映画ブルーリーそのまんまだよね。